すごい。おはようございます。おはようございます。サンクのとしです。マリコです。今日は泉中央駅来ておりまして、これから牧尾山、あと岩木山ですね。はい、行こうと思います。ちょっとダイヤモンドトレイルのコースの一部ですね。はい。ちょっとね、雪降っててめちゃくちゃ寒いんですけども、はい、行こうかと思いますけども、はい、マリコさん、大トレのこのコース、はい、印象はいかがですか？今回私多分初めてだと思います。だいたい大トレ階段が多くてアップダウンは激しいんで、ちょっとね足の調子見ながら最後まで行けたらいいなと思ってます。はい、そうですね。ちょっと捻挫気味いうことなんでね、はい、無理のないように行こうかと思います。はい、それでは行きましょう。9番どこや？路線維持バスの牧尾山口のバスに乗れました。ありがとうございます。はい、こちら牧尾山口バス停、以前はね南海バスが走ってたんですけども、今はこの路線維持バスということで泉市がバスを走らせてくれております。こちらから進んでいきます。牧尾山まで4キロと書いております。ここを右に曲がります。当初はですね、君峠駅から岩脇山登って牧尾山に抜けるルートを考えてたんですけどね、ちょっとそのバスがいろいろ廃止になってるっていうのをね、ちょっと確認したら、ちょっと逆から行った方が時間的なあれで楽かなと思ってね、ちょっと逆ルートからに変更しました。牧尾山瀬福寺まで3キロ。これでも瀬福寺をお参りする人はバスがなくなると大変ですね。なかなか行けないですね。ただいまの気温1度。まだ暖かいか。ここも最近整備されて、この中からも行けるんですね。この辺りもだいぶ整備されましたね。ここキャンプできるのか。で、公園もだいぶ整備されまして、牧尾タワーというのはあれですね。ハイキングコース整備されてるんで、せっかくなんで通ってみます。いきなり登りか。ここのコース来るの久しぶりなんですけどね、昔はずっと整備されてまして、久しぶりに来たらね、こうやって通れるようになってました。ただいま距離が 3.5 キロ。ここからね、瀬福寺の境内ですね。瀬福寺の敷地はすごい広くてね、牧尾山全部が瀬福寺の土地みたいです。牧尾山観光センター到着しました。距離はちょうど4キロぐらいですね。なんかすごい塗ってますよ。わ、大きい。ほら、めっちゃ大きい。誰にでも愛されて懐かしさいっぱい。こちらも西国33所第4番札所瀬福寺。ここからね、上まで結構登らないといけないんで、頑張って登っていきます。はい、こちら瀬福寺の山門に到着しました。こんな看板置いたら後ろのこれ見えへんやん。はい、こちら仁王様、はい、合掌。いっぱい並んでます。山門過ぎると登りがだんだんきつくなりますんで、頑張って登っていきたいと思います。バスでね、こっち向かってくるときは結構雪が降って吹雪いてる感じだったんですけど、今はねちょっと雪は止んでますね。さっきちょっとチラチラしてたかな。ただ空の色はね、もう完全に冬空の、寒々しい色してますんでね、ちょっと頑張って進んでいきたいと思います。はい、まだ階段続いております。まだもうちょっと登りますね。本堂まで一丁。上、ちょっと本堂の屋根が見えてきましたね。もうちょっと頑張って登ります。はい、瀬福寺登ってまいりました。距離は約5キロですね。標高は480メートル弱です。こちら瀬福寺の本堂です。ね、せっかくなので拝観していこうと思います。では、いざ。ここはね、
動画も写真撮影も OK ですよっていう許可をいただいているので、安心して動画撮らせていただこうと思います。次、馬頭観音が見られるということで、うわ、すごいですね。足腰を守るということで、いや、なんとも言えない雰囲気で、ちょっと私は怖いかな。びっくりした。いや、これすごいな。うわ、めっちゃ大きい。これもう生で見た方がいいですね。私もう一回行きたいな。はい、こちらご朱印いただいてまいりました。それでは瀬福寺からダイヤモンドトレイル、ここにですね、大トレの牧尾山の起点プレートあります。次に目指すのはこの滝畑、距離 3.3 キロですね、向かっていきます。こちらダイヤモンドトレイルの案内図ですね。現在牧尾山で、まず最初に目指すは滝畑、ここから今度岩脇山の方ですね、登りまして、最後は君峠の駅まで向かっていきます。がっつり倒木、大トレのコースはこっちの下の方に降りていきます。こちら分岐、ここは追い分けですね。そしてこちら滝畑方面、残り 2.8 キロ。滝畑に着くまでにね、まず目指すのはボテ峠という峠をまずは目指していきます。ここからちょっと上りですね。頑張りましょう。さあ、しっかり登ってます。こちらバニヤ峠、まだもうちょっと進んだらね、ボテ峠で、ダイヤモンドトレイルはこういう石柱があります。滝畑までもアップダウンがね結構ありまして、ボテ峠に向かってますけど、あの上がボテ峠かな。ボテ峠到着しました。標高は477メートルです。滝畑に向けて降りてます。向こうの方に、ね、ちょっと木のない山頂、あそこ岩脇山の山頂の方ですね。こうやって見たら遠いな。さあ、向かっていきましょう。さあ、滝畑の集落まで降りてきました。ただいまスタートしてから距離が8キロぐらいですね。時間はちょうど2時間ぐらいです。ここに大トレの案内板あります。はい、滝畑到着しました。そちらお店もねあります。ここお手洗いもあります。しばらく来ない間にお手洗いきれいになってます。はい、滝畑でね、滝畑湖畔観光さん、こちらでちょっと補給していきます。お安いよ。はい、私はカツカレーをいただきます。まさかのサラダ付きやったな。マリコさんはカツ丼。はい、いただきましょう。カツ。いただきます。すごいね、カツいっぱい入ってる。お昼ご飯はこちらでいただきました。お菓子とかも売ってます。それにね、ジュースの自販機あるんですけど、そちら夜になるとシャッターが閉まってしまうので、夜は買えなくなりますので気をつけてください。ここにダイヤモンドトレイルの石板あります。トイレがね新しくなると同時に、ここの登山道のこの辺りも整備されましたね。さあ、岩脇山山頂まで延々と登っていきます。ちょっとご飯食べてね、お腹いっぱいなんでいきなり動くと苦しいですね。倒木に看板やっつけられてます。はい、この先あそこつららみたいなのできてますね。ここもガチガチに凍ってんじゃんこれ。滑るんじゃん、大丈夫？ちょっと下がねガチガチに凍ってるところもありますんで、足元気をつけてください。こちら分岐、この看板も新しいですね。こちら左岩脇山方面登っていきます。ただいま距離は約10キロ、標高は約500メートルです。
あと400メートルぐらい登ります。ちょっと明るくなってきましたね。雲も若干切れてきました。ここもちょっと下凍ってますね。ただいまの距離は約11キロ。標高は660メートルです。岩脇山の山頂は897メートル。なので、あと、230メートルぐらい登ります。うっすらと雪が残ってます。雑木林って感じ。大トレって感じの雰囲気の階段です。ここも分岐がありまして、こっちに左扇山山頂に向かうルートありますけども、今回はそのまま岩脇山、岩脇山山頂を登っていきます。現在約12キロ、標高は約800メートルです。あと100メートルぐらい登ります。ちょっと下のね、雪も増えてきましたけど、そんなに雪深い感じではないんでね、そのまま進んでいきます。向こうに大阪平野見えてます。結構こうやって撮ったら雪山っぽい雰囲気ですね。これはいよいよ開けてきましたか？すごい。上まで綺麗です。こうやって見るとまだすすきが残ってるように見えますね。後ろの方、海まで映ってますかね。大阪平野、大阪湾見渡せます。景色が綺麗。足元はうっすら雪が積もってる感じですね。動画では分かりにくいかもしれないですけど、向こうの方景色はめちゃくちゃいいです。いよいよ頂上来ました。岩脇山山頂到着しました。雪もまあまあ積もってんな。標高は897メートルです。なんか岩脇山山頂からの眺めです。向こう葛城山、金剛山の方は雪が結構積もってそうですね。はい、こちら岩脇山山頂、こちら三角点と大トレのプレートですね。次は猫峰の方から君峠に向かっていきます。さあ、山頂はかなり冷え込んでて寒いので降りていこうと思います。さあ、下山もちょっと雪積もって、そんな凍ってはないんでね、大丈夫かと思いますけども、気をつけて降りていきます。岩脇山の山頂からちょっと降りてくるとね、お手洗いあります。さあ、こちらからまた進んでいきます。上りも走ってます。はいと、こちら分岐あります。こちらの下の方に行くと岩脇寺の方ですね。こちら君峠の方に向かっていきます。はい、こちらも分岐ですね。五辻金明水ですかね。ちょっと水量はかなり少ないですね。大トレフルとかね、やってる時はね、ここの水場はすごい重宝します。今猫峰を目指してますが、なんと空は青空が広がっております。いやー、吹雪かなーって思ったけど、お天気しっかり守られましたね。ほんとついてる。ラッキー。この辺りは雪がしっかりなんか積もってる感じはしますね。ここに行くとね、南葛城山という山があるんですけども、君峠はこちらまっすぐこっちに行きます。雪だるま、はい、君峠方面向かっていきます。はい、こちら猫峰のプレートあります。次は君峠 4.2 キロ。ここちょっとね、全然猫峰の山頂と関係ないところにあるんで分かりにくいんで、
見落とさないようにしてください。はい、こちら猫峰。この上が猫峰ですね。昔大阪府の山岳連盟の登山インストラクターの講習で、この猫峰の三角点を探しに行くっていうのをやりました。なかなか大変でした。はい、こちら岩脇山3合目、標高650メートル。もともとちょっと君峠駅に直行しようかと思ったんですけども、ちょっとせっかくなんでね、君峠まで行ってから駅の方に向かおうかと思います。大鳥を君峠から登ってくるとですね、この3合目までがめちゃくちゃきついんですよね。この3合目から岩脇山山頂まではそんなにきつくないんで、ここまでのきつさにめげずに頑張ってください。3合目過ぎると急に雪が少なくなりましたね。でも空気はめちゃくちゃ冷たくて寒いです。さあ、大トレらしい階段を下っていきます。この辺りは急な斜面です。下の方まで降りていきます。はい、だいぶ降りてまいりました。ただいま標高は520メートルぐらいですね。下の方に町も見えてきました。この辺りもなんか小さい階段の下に落ち葉の下に小さい階段がねいっぱいあって、ちょっと滑りやすいんでね、気をつけて降りてください。こちらの分岐は君峠方面、こちら右の方ですね、進んでいきます。いや、だいぶ降りてきたね。ただこの後もう一回登りありますけどね、頑張りましょう。ここも左の方、廃墟みたいな小屋がある方向ですね。こちらに行きます。さあ、ちょっと登り返し登ってきまして、さあ君峠まではもう少しですね。もうこの辺りは全然雪はなくなって、標高も450ぐらいまで下がってきたんで、さっきより暖かく感じますね。はい、ボタニの池、標高423メートル。こちらがね池なんですけどね、もう今は水が枯れて全く水ない状態ですね。なかなか味のある看板でんな、これは。ここも分岐あります。ここね、大トレのコースは右の方ですね。まっすぐ行くと南海電車の奄美駅の方ですね。こちら君峠の方に向かっていきます。君峠までねもう少しなんですけど、実はここももう一山って感じでね、まだ登ってます。さあ、登り返し終わりまして、あとは君峠に向けて下っていきます。それで君峠から君峠駅に向けても一気に下っていきます。さあ、向こうに道路も見えてきましたね。もうすぐですね。こっちです。君峠到着しました。ここに石板あります。先ほど3合目でお話ししてたのがですね、ここから3合目までが急に登るんですよね。この先緩くなるんで、君峠からね岩脇山登られる方はこの3合目までまず頑張ってください。はい、こちら大阪と和歌山の県境、ここにね君峠の立派な看板と昔ながらの看板と2つあります。はい、それでは最後君峠の駅まで向かっていきます。ちょっと道路も走っていきます。はい、ここから君峠駅の方に向かっていきますですね。 1.4 キロ。さあ向かっていきましょう。この下りも結構急なんですよね。ちゃんと降りないと膝がガクガクしますんで、最後ね気をつけて降りてください。こちら紀伊味噌、なんかここも真田幸村推しですね。真田幸村、大トレの大会はここの駐車場がゴールですかね。私も大会出たことないんでわからないんですけど、はい、君峠駅到着しました。今はちょっと明るくなってきましたけどね、寒かったですけども、その雪にもね降られることなく無事にゴールできました。お疲れ様でした。
はい、ではお疲れ様でしお疲たれ。様でした。無事に君峠駅でゴールしました。はい。はい。ちょっとね、行きしなバス乗ってる間は吹雪いててね、心配だったんですけども、まあ移動してる間はね、全然雪も降ることなく、はい、いい参考だったと思います。はい、マリコさんいかがでしたか？はい、お疲れ様でした。今日はお目当ての岩脇山に登った時はちょっとね冬型の天気で暗かったんですけど、向こう側の景色まで見れてすごく良かったと思います。でそこから君峠まで下ってくる道もすごくトレイルが良くて本当に走りやすかったので、ちょっとまた逆向けとか違うその大トレのコースもずっと行ってみたいなって思いました。そうですね。まあドンズル坊からうん牧尾山までね、ね大トレフルって言って関西の方では有名なコースですけども、そこもぜひねチャレンジしてもらえたらと思います。はい。それではまたトレランに役立つ動画、コースと紹介動画アップしていきますんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ではバイバイ。バイバイ。